皆さんこんにちは。グッドスマイルカンパニーのかほたんです。この密着グッスマニアではフィギュアの製作、製造、量産といったフィギュアができるまでを全3回にわたって皆様にお届けする動画になります。第1回目は製作部をお届けしました。本日第2回目は製造部をご紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、こちらがグッスマの製造部です。こちらではフィギュアを量産するために工場と連携をして開発などを行っています。製作部が作った世界に一つしかない彩色原型を皆様の手にお届けするために何千何万個と量産をするのですが、製造部はより再現度が高く量産できるように工場と一緒になって調整を進めていきます。フィギュアが皆様のお手元に届くまでの肝心な部分を担当している、いわば心臓のような存在になります。そんな製造部の真の姿を本日は見ていきましょう。本日は製造部の月さんと冬さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは、早速なんですが、まず製造部とはどんなお仕事をするのかを教えてもらってもいいですか？僕たち製造部は製作部から、原型とデコレーションマスターをお預かりして、それを元に製品の使用を検討して、そこから工場での製品の開発、それから製品の量産、それから輸出入と納品、そこまでが、基本的な業務の範囲となっています。なるほど。ということは開発から納品まで結構幅広い仕事があるわけですね。その中でまず初めはどんなステップから始めるんですか？まずは原型を支給するときに弊社の企画部と制作部との打ち合わせで、そこからスタートするんですけれども、実はその前段階として、企画書というのは僕らも一通り見させていただいてまして、企画書が出た段階で僕たち製造部はその商品がどのような商品になるかっていう商品のコンセプトを社内で検討します。でその時に僕たちはイラストとかを見ながらどういった商品になるのかっていうのを、一緒に考えて、大枠こういった商品に落とし込もうっていうのを考えておくんですけど、原型が形になった段階でよりもうちょっと具体的な商品の仕様に落とし込んで、製造使用書というものを作成します。でそこがまず僕らとしては最初のスタートです。その製造使用書っていうものは、例えばどういうものが書いてあるんですか？はい、例えば、はい、接着する箇所や付け外しする箇所の確認や素材の確認ですね。素材、原型はウレタンでできてるんですけれど、こういうふうに柔らかくていろいろな形を作れる PVC や硬くてそれから軽い ABS はどこにするかの確認をします。彩色で言えば、こちらのクリアパーツがあるかどうかや、マスクを使うか担保を使うかなどの量産に適した方法の提案や遊びやすさのための調整を製造部からは提案してます。なるほど。じゃあその商品一個一個に対してこの部分はどういうふうな量産の方法をやった方がいいのかっていうのを製造部の方で作ってるってことなんですね。はい。それではその製造使用書を作って原型支給の打ち合わせをしたその次のステップは何になりますか？はい、打ち合わせの内容を、製造使用書としてまとめたら、制作部からもらった原型とデコマスと一緒にまず工場に見積もりと、あと発売月ですね。これは商品をご案内する際に必要な情報になりますので、見積もり出しのタイミングはとっても重要です。ということは見積もりが来たらいよいよ開発に向けた調整が始まるっていうことなんですかね？そうですね。まず僕たちは最初の段階として、金型と呼ばれる金属の型を作成します。
でその金型を作ることによって、何千何万といったフィギュアの生産が可能になるんですけど、で一番身近にある金型としてはたい焼きの型、パタンっていうやつ、あれが一番イメージしやすいかなと思うんですけど。たい焼きの型みたいな金型を作るのが開発の第一ステップっていうことなんですね。では金型の製作が終わったら次のステップは何をするんですか？次の工程は開発工程になるんですけれども、でこれはどういうことをしているかというと、もともと工場にお渡しした、原型とあとデコレーションマスターは基本うちの制作部が作った一点物なんですね。なので、制作部と全く同じ作り方で、何千何万っていうね量産をすることは基本的に難しいんですよね。その技術面だったりとかコスト面でもそうなんですけれども、なので、僕たちはこれを量産ができるような素材だったりとか量産ができるような彩色工程に落とし込んでいく。結構工場だと何百何千という方が関わって一つの商品作られていくんで、そういった方々が同じクオリティで、量産できるような、工程というか仕組みを作る、それが開発工程になってます。はい、なるほど。その開発工程を具体的に落とし込んでいくには例えばどういう方法があったりするんですか？分かりやすい例でいくと、これはもともと一つのパーツだったんですけれど、塗りやすいようにパーツごとに分けたりですとか、この軸が丸いといろいろな形に接着できてしまいますので、組み立ての時に間違いが起こるかもしれませんよね。そういうのをあらかじめにこういう変わった形の接着箇所にしておくことによって組み立ての間違いを防ぐなどの工夫もしています。なるほど。確かにこの丸と丸だったら回っちゃうけど、三角にしておくと絶対決め位置ができるっていう、そういうことをじゃあ一つ一つ確認していくんですね。はい。もうお気づきかもしれませんが、金型を作るところからこれらの調整は始まっています。開発では工場と繰り返し何度もやり取りをして、パーツ同士の段差や隙間といった部分を極力抑えたり、パーツを交換して遊ぶ部分であればポーズを取りやすいように緩さや渋みといった具合を適切に調整していきます。そうなんですね。工場とやり取りを繰り返して調整していくという。なるほど。ちなみになんですけど、このフィギュアの命と呼ばれるお顔、面相と言われると思うんですが、こういった瞳のデザインとかはどうやって開発していくんですか？はい、面相は担保プリントという方法を主に採用していて、プリントする位置だとか角度でキャラクターのお顔の印象がとても変わります。可愛くかっこよくなるように印刷の版のサイズだとか歪みの調整を複数回にわたって 0. 何ミリという単位で行って精度を高めていっています。0. 数ミリ単位で調整していくってかなり細かい作業ですよね。いやでもそういった妥協せずに調整を繰り返すっていうのが大事になってくるってことなんですね。はい、フィギュアは量産でも一つ一つ手での作業が多いんですけれども、先ほどお話しした金型を使った成形や担保版を使った面相は他の技術と比較してたくさん同じものを作ることに適した方法です。そういった方法をすることによってより確実に可愛かったりかっこよかったりする商品を同じクオリティで世界中に届けられるという。なるほど、ありがとうございます。ちなみに今まではこのネンドロイドの話だったんですけど、この大きいこういったスケールフィギュアは開発の違いとかはあるんでしょうか？そうですね、基本的なその使っている素材だったりとか作り方は
ほぼネンドロイドと同様なんですけれども、ちょっと似ているポイントがちょっと違っていて、はい、このスケールフィギュアに関しては全体的な絵的な美しさだったりとかバランスとか細部の繊細さといいますか、そういった美しさがより求められるかなっていうところですね。でパーツ数とか、工程って呼んでるんですけど、これを作る上での手作業の数、それもネンドロイドと比べてかなり増えてくる傾向があるので、開発期間もこのネンドロイドと比べてもう少し長く取っております。特にねここにある雪肉でいうと例えば髪の毛のこの美しく広がっているラインだったりとか、躍動感、ダイナミックなポージングだったりとか、そういったところを成立させるためのその形状開発には時間を取りますね。他にそのネンドロイドとの違いとしては、フリーハンドでの彩色、いわゆるそのグラデーション、ネンドロイドでいうと紙の部分にグラデーションが入っているかと思うんですが、こういった部分ですね。それが、スケールフィギュアに関しては全身にくまなくその細かいグラデーションが施されている場合が多くてですね、より熟練のスプレーワーカーというか彩色のスタッフが必要になるというか、その工程になのでよりその、量産の個体差のコントロールだったりとか、そういったものが求められるかなっていうところですかね。なるほど。ちなみにあれですよね、ネンドロイドはある種フォーマット化されてると言ったらフォーマット化されてるじゃないですか。サイズとかも一緒ですし、でも一方スケールフィギュアはやっぱりアイテムによってそのポーズとか服装とか髪の毛の形状とかも全然違うので、製造部としてはより多面的な判断が必要になるっていうことなんですね。そうですね、まさに、おっしゃる通りかなと思います。では開発を終えると次はどのようなことが待ってますか？そうですね、開発が終わりますと、僕らはまず商品を安全に遊んでいただくために取扱説明書というものを作成したりですとか、あとはこの後の工程が工場での量産になりますので、量産の時のクオリティコントロールなどもやっております。なるほど。ちなみに今まで結構いろんな開発の話を聞いてきたんですが、お二人は年間にどれぐらいの商品を担当されるんですか？はい、私はネンドロイドを中心に75アイテムくらい担当しています。私は、そのスケールフィギュアを中心にだいたい年間50アイテムくらいを担当しております。じゃあもう結構同時進行のアイテムをたくさん持ってるっていう感じなんですね。ありがとうございます。では最後にお二人に聞いておきたいことがあるんですが、この製造部のお仕事をしている中で喜びを感じる時があったらぜひ教えていただきたいです。はい、私は担当した商品がユーザーの元に届いて、その写真とか声を聞いたりする時ですね。私自身がかっこいい原型を例えば作ったり、可愛く面相を量産してお届けすることっていうことはできないので、製造は人を応援するのが仕事だと思ってるんですけど、社内外のみんなの努力がちゃんと届いて喜んでもらえてよかったなと思いますね。いいですね。応援するのが仕事っていうのがすごいなんとなくしっくりいきました。では月さんはどうですか？そうですね、僕も結構長年この仕事をしていて、結構やっぱりこの開発をする上でたくさんの人と関わるんですね。原型師さんもそうですし、あとは、工場の開発のスタッフもそうなんですけど、このやり取りする上で、いろいろ僕らからもアイデアを出すんですけれども、当初想定していた仕様に対していろいろ工場とかいろんな方が案を出してくれてディスカッションするんですが、その上で僕らがイメージしていたものよりもより新しいアイデアが生まれてきたりとか、この開発していく過程で自分たちが想像していたものよりもより良いものが上がってきた時、そういった時はやっぱり一番嬉しいなと思いますね。
やっぱりなんと新しい発見とか、驚きとかがあるとすごく嬉しいタイプなんで、なんかそういうのに出会えた時は良かったなと思いますね。はい。製造部のお仕事という範囲でも結構日々いろんなアイテムを担当されているので、発見があったり新たな工夫があったり、結構創造的なお仕事の分野でもあるってことなんですね。お二人とも本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで本日は製造部をお届けいたしました。部署間はもちろんのこと、グッスマと工場をつなげる縁の下の力持ちのような部署でしたね。そしていよいよ次回が最終回となります。第3回目は鳥取県にあるグッドスマイルカンパニーの楽付工場に密着します。工場でどのようにしてフィギュアが作られていくのか、皆様にしっかりお届けしていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。